今日はいちごのショートケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はいちごのショートケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はもうすぐクリスマスということで、クリスマス用のいちごのショートケーキを作っていきます。スポンジの作り方、そしてデコレーションのやり方もご紹介していきます。作り方にそれぞれポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにスポンジケーキの材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、卵、グラニュー糖、無塩バター、牛乳。スポンジケーキはこちらの5つの材料で作っていきます。まず卵ですね。卵は今回 L サイズの卵を使っていきます。グラムで言うと約1個が 60g なので、両方合わせて 120g の卵を使ってください。そしてこの卵に関しましては、冷蔵庫からすぐ出したものを使っていただいて大丈夫です。そしてバターはですね、必ず無塩バターを使用するようにしてください。それでは続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、グラニュー糖、バニラエッセンス、生クリーム、いちご。そしてトッピング用の飾り付けです。まずですね、スポンジケーキに塗るシロップなんですが、お水、グラニュー糖、バニラエッセンス、こちらの3つで作っていきたいと思います。今回は手軽にバニラエッセンスを使ってるんですが、お好みのリキュールがある場合はそういったものを使っていただいて OK です。今回クリスマスケーキということで、クリスマスの飾りのね、トッピングとかも使っていきたいと思います。そして今回は15センチの丸いケーキ型を使っていきます。こちら底付きタイプのケーキ型を使うようにしてください。そしてここにですね、丸くくり抜いたオーブンシートまたはクッキングシートを敷いて、そして側面には細長くクッキングシートを切って、そして中に敷き詰めておきます。はい、こんな感じです。こちらの準備は必ず生地を作る前に行ってください。それでは早速作っていきたいと思います。それではまずはじめに生地から作っていきます。まずですね、こちらのバターを溶かしバターにします。容器に入れて、そして牛乳もね、一緒に温めます。ここに牛乳をかけます。こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そうしましたらこちらを一度ね、よく混ぜましょう。そしてバターを完全に溶かしてください。はい、このようにね、バターがきれいに溶ければ OK です。そうしましたらこちらをね、使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて卵を泡立てていきます。卵を泡立てるタイミングでオーブンを160度に予熱し始めてください。そうしましたらまず卵をね、ボウルに割り入れます。泡立てる時はね、友立てと言って全卵で泡立てていきます。全卵で泡立てる時はよくね、湯煎に当てて卵を温めてね、泡立てたりするんですけれども、今回はね、湯煎に当てずに泡立てていきます。湯煎に当てるメリットとしては泡立ちが早くなります。冷たい状態でね、全卵で泡立てるとなかなか泡立ちにくいんですけれども、その分湯煎に当てずに泡立てることによって泡が安定して混ぜた時も生地がだれにくくなります。なので今回はね、湯煎に当てずに作っていきます。はい、湯煎に当てるよりは少し泡立て時間かかるんですけれども、その分ね、しっかりとしたスポンジ生地に仕上がります。まずね、何も入れない状態、この状態でハンドミキサーの中速で30秒泡立てます。高速で泡立てるとね、きめの粗い泡ができたりするので、今回は中速と低速だけで泡立てていきます。はい、今ね、こんな感じです。まだね、シャバシャバの状態です。そうしましたらここにグラニュー糖を加えます。全部ね、一度に加えちゃって OK です。今度は中速で1分泡立てます。はい、今ね、中速で1分泡立てました。今ね、こんな感じ。さっきよりはふわっとした状態になってます。そしたらですね、ここからは低速でふんわりするまで泡立てていきます。は
い、OK です。今ね、低速で7分泡立てました。そうするとこのようにとてもきめの細かい綺麗な泡に仕上がります。硬さの目安としては、こうやって持ち上げた時に生地が流れ落ちて、この流れ落ちた時の筋がゆっくり消えるぐらいですね。このぐらいの硬さになります。低速で泡立ててる分ね、ちょっと時間かかるんですが、その分ね、とてもきめの細かいスポンジに仕上がるので、このぐらいになるまでね、頑張って泡立ててください。この泡立て時間に関しましては、その時の作る環境によっても適正な時間が変わってくるので、泡立ち具合を目安に泡立ててみてください。そうしましたら続いて薄力粉を混ぜていきます。はい。で、薄力粉はね、必ずふるって加えるようにしてください。で、このようにふるったら、今度はゴムベラに持ち替えてふわーっと混ぜていきます。下からすくい上げるようにね、混ぜていきましょう。で、粉っぽさがなくなるまでね、きちんと混ぜてください。ただ、あんまりね、混ぜすぎると膨らみにくくなる原因になるので注意してください。はい、 OK です。今生地の硬さはこのぐらいです。さっきよりもね、ちょっと粘度が増したくらいですね。このぐらいの感じになります。そしたら続いてバターと牛乳を加えます。少し時間が経つと表面が少しね、固まってる時があるので、一度しっかりと混ぜてから加えます。このね、バターと牛乳を加えると泡が潰れやすくなるので、ここからの作業はより手早くやるようにしてください。では加えます。そして手早く混ぜましょう。この時もね、下からこうすくい上げるようにね、ふわっと混ぜていきます。はい、 OK です。今生地の硬さはこのぐらいです。さっきと同じぐらいですね。タラタラタラと生地がつながって流れ落ちるぐらいです。そしたらですね、こちら用意しておいた型の中に生地を流し入れます。で、流し入れたら竹串で一度ね、ぐるぐるぐるっと生地をね、鳴らします。あとね、こうやって鳴らしていただくと大きい気泡もね、潰すことができます。で、少し高いところから 2,3 回落とします。はい、 OK です。それではね、今から焼いていきます。天板の上に置いて、このまま160度に予熱したオーブンで25分から30分焼いていきます。はい、焼き上がりました。今トータルで30分焼いてます。やけどしないようにこちらを逆さまにケーキクーラーの上に出します。よいしょ。そして型を外します。ケーキが焼き上がったらこのように逆さまにして冷ましていきます。この焼いた状態で冷ましてしまうと下の部分のスポンジが詰まってしまいます。なのでそれを防止するために逆さまにして冷まします。さらに型の中で冷ましてしまうと焼き縮みしてしまいますので、焼き上がったらやけどしないようにすぐにね、型から取り出すようにしてください。それではね、一旦このまま粗熱を取って冷まします。それでは続いてシロップを作っていきます。耐熱の器にお水、そしてグラニュー糖を加えます。加えたらね、一度よく混ぜてください。20秒ぐらい混ぜたら、こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてグラニュー糖をしっかり溶かしてください。はい、グラニュー糖が溶ければ OK です。で、この後ね、ここにバニラエッセンスを入れるんですが、熱々の状態で入れてしまうと香りが飛んでしまいますので、一度こちらのシロップはしっかりと冷ましてください。それでは続いて生クリームを泡立てていきます。まずボウルに生クリームを入れて、ボウルごと氷水に当てます。生クリームはね、必ず氷水に当てながら泡立てるようにしてください。ここにグラニュー糖です。そして泡立てていきます。泡立て具合なんですけれども、最初は緩めに仕上げてください。ではね、緩めに泡立てます。はい、 OK です。まずこのぐらいですね。本当にゆるいぐらいです。ちょっとね、柔らかい角が立つぐらいですね。このぐらいまでね、ハンドミキサーで泡立てます。あとはですね、使う直前にこのホイッパーで硬さを調整しながら使っていきます。なので一旦ね、こちらは使うまでね、上にラップをして、そして冷蔵庫にしまっておきましょう。それでは続いてサンドするように使うイチゴを切っていきます。まずね、ヘタを切り落とします。そ
そうしましたらだいたいね5等分から6等分に切っていきます。だいたいこのぐらいの厚みを目安に切ってください。それでは残りも同じように切っていきます。そして上のトッピング用のいちごなんですが、これはヘタだけをね切り落としておきましょう。はい、いちごの準備はこれで OK です。いちごの個数とかはねお好みなので、必要な分だけね切っておいてください。それではねシロップが冷めたので、この中にバニラエッセンスを入れます。そして混ぜます。はい、 OK です。でリキュールを入れる時もねこのタイミングで入れてください。シロップの準備はこれで OK です。はい、それではスポンジケーキがしっかり冷めたので、オーブンシートを剥がしていきます。まず底の部分を剥がします。ピリピリピリと。この周りですね、周りも剥がします。よいしょ。そして裏返します。はい、ちょっとねこれ剥がれちゃったんですけど、こちらのスポンジケーキをですね1センチ幅に切っていきます。切り方はいろいろあります。こういったねナイフを留める道具とかあるんですけど、これとかだとねもうナイフをここにこんな感じで挟んで、両側ね、であとはねこのままピーと切ると簡単にできます。あとはこういったものがない場合は割り箸をね1センチの厚みに重ねて両端に置いて切っていただくと綺麗に切れます。さらに今回もう一つご紹介します。こちら竹串を使った方法です。こちらをですね1センチ幅のところに差し込みます。今ね大体の感じでやります。こんな感じでね1センチ幅のところに刺します。こっちも同じように1センチ幅のところにこうやって刺します。あとはもうこの竹串に合わせて切るだけなのでとても簡単です。いろんなやり方があるのでねやりやすい方法でやってみてください。今回私はねこちらを使っていきたいと思います。こんな感じで挟みます。あとはねこちら軽く押さえて切っていきます。はい、こんな感じでね1センチ幅に切れました。切り終わったらバットに乗せて、で残りもね同じように1センチ幅に切っていきます。今回はね3枚使っていくので3枚ね1センチ幅に切ってください。スポンジケーキはこのように切ってください。それでは今からデコレーションしていきます。それではねデコレーションしていきたいと思います。まずスポンジケーキに先ほど作ったねシロップを塗ります。全体にね均一になるように塗っていきましょう。1箇所にねたまらないようにだけ注意してください。このねシロップを塗ることによって全体的にショートケーキの味がまとまってきます。ここでねあんまり塗りすぎるとスポンジケーキがふにゃふにゃになってしまいますので注意してください。そしたら続いてここに生クリームですね。今ね私がちなみに使ってるのはケーキの回転台って言って生クリーム塗る時にすごく便利なのでおすすめです。インターネットとかに売ってるのでぜひチェックしてみてください。でもしこういったものがない場合は同じ大きさのお皿を2枚重ねて上の部分だけ動かすと簡易的な回転台のようなものになるので、そういった感じでやっていただいてもいいかなと思います。そしたらですね先ほど冷やしておいた生クリームですね、泡立て器でね硬さを調整していきます。こんな感じでね混ぜましょう。でまだねこれだと緩い状態です。すくった時にこうやってね泡立て器に生クリームがとどまるぐらいですね。かつきちんとね角もピュンと立つぐらいです。ピュンと立ってお辞儀するぐらい、このぐらいの硬さにしてください。それではね塗っていきます。まずここにね生クリームを落とします。であとはねこういったナイフで塗っていきます。こうやって回転させながらやると楽ちんです。こんな感じでね全体に塗ります。だいたいこのぐらいかな、このぐらいの厚みで塗っていきます。で塗ったらですねここにスライスしたいちごを並べていきます。並べる時はいちごの水分をちょっと拭き取ってね並べましょう。はい、こんな感じで並べました。そしたらこの上にまた生クリームです。そして全体に広げていきます。はい、こんな感じで広げてください。そうしましたら続いて2番目のスポンジケーキですね。これを上に重ねます。よいしょ。で重ねたらですねまたねシロップをはたいてください。そして生クリームをまた上からのせます。はい、そして広げます。こ
こんな感じで広げてください。そしたらね、またいちごをのせていきます。同じようにのせていきましょう。はい、こんな感じでのせました。そしたらまた上から生クリームです。そして広げましょう。はい、こんな感じで広げました。そしたらね、最後スポンジケーキをのせます。はい、こんな感じでのせてください。そしたらですね、続いてこのね、空いてる部分ですね、そこをめがけてね、クリームを塗って埋めていきます。こんな感じでね、隙間ができるので、ここにね、生クリームをシュッとね、入れ込みます。で、その作業を繰り返します。隙間がないようにしていきましょう。隙間がね、全部埋まったかチェックしてください。そうしましたら続いて下塗りしていきます。ケーキの側面につけて、そして伸ばしていきます。はい、で大体全部に塗れたら今度は上にね、塗っていきます。で、上の部分はね、こんな感じで塗り広げていきます。はい、であとはね、このはみ出た角の部分ですね、このクリームを取っていきます。はい、こんな感じでね、下塗りざっとできました。では最後ね、仕上げで上にまたクリームを重ねていきます。まず側面からですね、最後仕上げていきます。はい、こんな感じでね、綺麗にしてください。そしたらですね、続いて上の部分ですね、上に重ねます。そしてこれも伸ばしていきます。上の部分が塗れたら、最後もう一度仕上げにナイフを固定させてくるーっと一周させましょう。はい、そしたらですね、最後ちょっとここはみ出てるとこあるの分かりますかね。これをね、ピュッと削ります。シュッと。はい、そしたらですね、こちらのお皿にケーキを移します。移す時はですね、パレットナイフをね、ケーキの下に差し込みます。そして持ち上げます。で、手を差し入れて、ちょっとパレットナイフをずらして、そして乗せます。はい、こんな感じで綺麗に塗りました。それではね、最後トッピングしていきます。余った生クリームを絞りやすいぐらいの硬さに調整します。はい、だいたい8分立てぐらいの硬さになれば OK です。絞り袋の中に入れていきます。今回はこういう丸い口金を使っていきます。このね、口金はお好みのものを使用してください。はい、生クリームの準備はこれで OK です。それではね、デコレーションしていきます。まずね、上に生クリームを絞っていきます。はい、そしたらこのね、生クリーム絞ったところにいちごを乗せていきます。はい、こんな感じです。そしたら続いて手前にね、ちょっとちっちゃめに生クリームを絞っていきます。で、ここにサンタとトナカイです。のせます。よいしょ。で、あとはこちら、メリークリスマスって書いてあるやつですね。チョコレートのお家もね、飾りたいと思います。そしたらこちらのツリーも飾ります。じゃあ最後ね、ちょっとお店風にケーキピックも刺したいと思います。よいしょ。そしたらね、最後ちょっとね、分量外なんですが、いちごの部分に粉糖を振りたいと思います。はーい、こんな感じで仕上がりました。はい、これでいちごのショートケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。上のトッピングはこんな感じに仕上がってます。ツリーなんですけど、ちょっとこっちにね、変えてみました。こちらのトッピングはお好みでやってみてください。それではちょっともったいないんですが、切ってみたいと思います。このチョコレートも一度取ります。では、切りたいと思います。はい。断面はこんな感じになってます。このようにいちごがたっぷり入って美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いちごもたっぷりですね。ではいただきます。もうね、お店の味です。生クリームの甘さもちょうどいいですし、このいちごの割合もすごくいいですね。そしてスポンジもふわふわです。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のいちごのショートケーキのポイントです。まずスポンジケーキのポイントなんですけれども、スポンジケーキの卵を泡立てるときは湯煎に当てるとその分泡立ちは早くなるんですけれども、少し生地がだれやすくなってしまいます。今回みたいに湯煎に当てずに泡立てていただくことで少しね泡立てる時間もかかるんですけれども、その分ですね生地がだれにくくなります。そして泡立てる時なんですが、最初は中速で泡立てて、その後は低速で泡立ててください。低速でやるとよりね時間もかかってしまうんですが、その分きめの細かいスポンジに仕上げることができます。こちらもねちょっと時間はかかるんですが、ぜひこの方法でやってみてください。そして焼き上がったらすぐ肩を逆さまにして、そして肩を取り外して冷ますようにしてください。そのまま冷ましてしまうと下の部分の生地が詰まってしまいます。なので必ず逆さにして冷ますようにしてください。さらにですね、肩に入れたまま冷ましてしまうと焼き縮みしてしまいますので、必ず肩も取り外して冷ましてください。そしてスポンジが冷めたら1センチ幅にカットします。カットの仕方もね今回3種類ご紹介しました。こちらはやりやすい方法でやってみてください。そして今回はですね、スポンジケーキにシロップを塗りました。このシロップはですね塗っていただくことによって全体の味のまとまりが出てきます。なのでね、ぜひこちらのシロップは塗って作ってみてください。ただ塗りすぎてしまうとスポンジがブヨブヨになってしまいますので、塗りすぎは注意してください。今回私はですね手軽なバニラエッセンスを加えました。こちらはですねお好みのフルーツリキュールなどを入れて作っていただいても OK です。そして生クリームのポイントです。生クリームはねハンドミキサーでやるときは最初すごく緩めに作ってください。その後は手作業で泡立てて程よい緩さの生クリームに仕上げてください。そして生クリームを塗る時のポイントなんですけれども、最初にですね穴が開いてる部分ですね、その隙間に生クリームを詰め込んで、その後は下塗りしてください。そして下塗りが終わったら最後もう一度生クリームを全体に塗って、そして周りとあとは表面をきれいに整えてください。だんだんやっていくうちに慣れていくので、ぜひ頑張ってやってみてください。あとはねお好みでトッピングしていただけたらと思います。今回ねいちごのショートケーキということで中にいちごを入れたんですが、他にもキウイフルーツを入れたりとか、いろんなお好みのフルーツを入れて作っていただいてもいいかなと思います。作る工程はねそれぞれちょっと長いんですけれども、材料はとても手軽なもので作ることができます。ぜひ今年のクリスマスに作ってみてください。はい、ということで今日はいちごのショートケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。